Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。で、今回はイギリス人が認めるイギリスあるある編です。はい、スタート！はい、実は、ニックは5年間に日本に住んでたんですけど、で、2018年4月にイギリスに戻ってきて、改めて感じた、イギリスあるある、たくさんあるわけなんですけれども、でも実は今回は、ニックが選んだトップ5を紹介したいと思います。それでは行きましょう。はい、その1は挨拶です。イギリス人はよく Hey, are you alright? Are you okay? っていう挨拶します。で、実は皆さんもしかしたら学校もしくは英語の教科書で習ったのはAre you alright? イコール心配して大丈夫ですかっていう意味かもしれないんですけれども、でも実はイギリス人が使う Are you alright? Are you okay? の意味はこんにちは、お元気ですかっていう意味になります。で、実は僕出張でアメリカに行った時に一緒に働いてくれるアメリカ人の人にHey, are you alright? って言ったらすごいなんで大丈夫なんだけどどうしてそういう風に聞くんですかみたいな顔されてて、すっごい恥ずかしくて、やっぱアメリカではそういう聞き方しないよねって改めて思ってこれイギリスあるあるということで、だからもしイギリスにいらっしゃる方がいたらイギリス人の友達同士にHey, are you alright? っていう挨拶してもいいということですね。はい、その1でした。はい、その2はエレベーターです。そうですね、イギリスのエレベーターに入るといろんなボタンあるんですけれども、その中に G があります。で、その G は何かというとグラウンドフロアのボタンです。で、グラウンドフロアイコール日本の1階です。というのは G イコール日本の1階で、イギリスの1階イコール日本の2階で、イギリスの3階はイコール日本の4階、ということになります。で、実はパートナーと一緒に住んでるうちの話なんだけど、ちょうどその借りて入る前に引っ越す前に実はね2階のアパートしかないんですけどって不動産屋さんに言われてて、ちょっとがっかりしちゃって、実はペントハウスに住みたかったんですけど、でも予算アップだったので、もっと低いフロアにしましたけれども、で実は引っ越してきた日エレベーターに入ってで2階にエレベーターの2を押すところで気づいたのはイギリスの2階は日本の3階ってことだから、ちょっとアップグレードされたような気分でその前のがっかりした気分が1分でもぶっ飛んで、ちょっと少しだけ幸せになりました。はい、その3はお金です。で、イギリスのお金にと4冊があります。で、それは5ポンド札、10ポンド札、20ポンド札で50ポンド札で、基本使うのは5ポンド札、10ポンド札、20ポンド札です。最後の50ポンド札はめったに使わないっていうか、なかなか手に入らないか、僕多分持ったことないかもしれないんですけれども、でなんだろう、その札の大きさも違うし、でその札が大きければ多くなるほどそのサイズが大きくなる感じもありますし、で例えば一番小さいのは5ポンドで10ポンドで20ポンドで、この50ポンドはもう子供銀行みたいな感じ、もう本当に偽物に見えるから、もうこんなでっかいやつだから、ちょっとその50ポンドを持ってでお店に入って、例えばスタバに入ってでコーヒーを頼んで、50ポンド現金の50ポンドで払おうとしたら、多分すごい怪しい目で見られちゃうかもしれないです。で、それなぜかっていうと、この10ポンドはめったに使わない、基本見ない札ですので、僕の友達は、日本の監禁所に行って、でそのイギリスポンドもらった時に50ポンド札でよろしいですかって聞かれたかもしれないんですけど、でその友達ははいっ
って言ってしまって、で結局50ポンド札ばっかりでイギリスに入ってきて、で実は結構困ったらしいんです。もうどこの店に行ってもこいつ誰みたいな、こいつ怪しい人じゃないみたいな目で見られたみたいですけれども、で一緒にカフェに入ってでお会計しようとしたらその友達がいいよおごってあげるよって言ってくれて、で50ポンド札出したらもうその店員さんすごい難しそうな顔してて、でもう何回もその50ポンド札をチェックしてって偽札じゃないかと思ってたみたいです。でまたマジックペンみたいなやつをちょっとこんな感じですみたいな感じで書いてて、これは偽札じゃないかみたいな。でまたそのボスをまた呼んでて、すいませんこれはちょっと困るんだけどみたいなことを言ってて、でやっと支払いが終わったんだけど、でもそれ結局お会計お願いしますって言ってからもう多分20分ぐらいかかっちゃったかもしれないので、というのは50ポンド札はもらわない方がいいです。もし換金所に行って50ポンド札がよろしいですかって聞かれたら NO って言った方がいいと思います。できれば5ポンド10ポンド20ポンド札にした方がいいと思います。はい、お金でした。はい、その4は買い物です。もしかしたら見かけたことある方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、イギリスのスーパーのレジで並んでる方が、たくさんいるんですけれども、僕この前見かけたのは、普通にチョコレートバーとかレジで並んでるところをもう普通に人がチョコレートバーを開けて食べながらもう待ってたんです。もしくはチョコレートバーではなくてペイストリーとかクロワッサンとか、もう普通にもうバイキング、スーパーじゃなくてもうバイキングになってるみたいな感じででそれ食べ終わって今はそのセルフサービスレジになってるんですけど、自分でピッてできるところで人たちはその自分が食べ終わったもう商品というよりもゴミなんですけど、でその商品の、外装をスキャンして払う人たちが多分います。はい、その後は血液型です。そうですね、イギリスだとやっぱり血液型がしてる人が少ないです。僕日本に住んだ時はいろんな人に何型ですかとかニックは何型ですかって何回も聞かれたんですけれども、でもイギリス人はその日本人と同じくその何々型で血液型でその人の性格を決めつける瞬間はあんまりというか全くないんですね。だからあんまり血液型に気にしない人がたくさんいると思いますので、だから知らない人の方が一般です。で血液型ではなくて実はイギリス人は星座の方で人の性格を決めつけたりすることがあります。例えばよくロンドン地下鉄の中にあるメトロ紙という新聞がありますけれども、その中にその星座の占いがあるんですけれども、例えばあなたは今週は何々ことが起こるんだろうみたいなことが、そういう記事があるんですけれども、でやっぱその血液型に関する占いがなかなか全くないので、やっぱりイギリス人はその血液型ではなくてもう普通の星座の方に重要として認識しています。はい、それはニックのイギリスあるあるトップ5でした。いかがだったでしょうか。そうですね、もしかしたら皆さんも何年間かイギリスに住んでいらっしゃる方がたくさんいると思うんですので、もしよかったらあなたのイギリスよくあるある教えてくれれば嬉しいと思います。それではこれからもイギリスの文化について、あとイギリス英語、いろんなことについて紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回でバイバーイ。